こんばんは。こんばんは。そうか、日本は何時ですか今。9時ぐらいかな。まあおはようでもこんばんはでもどっちでもいいんですけれどもね。地球の裏側ですから。はい、今日はね、いつものデイリーシガンラモン・アロネスのスペシャリーセレクテッドです。おはようございます。いやよく考えたらあれですね、今日は世界禁煙デーらしいですね。まあ、世界禁煙デーにね、キューバに来て葉巻ぶち決めてるのもね、皮肉なもんだと思いますけれども。日本は8時45分頃です。ああ、そうか。よいしょ。いいな、日本はご飯が美味しいし。五十嵐さんはアニメがお好きなんですか。相撲家はみんなアニメが好きなんですよ。逆にアニメが好きじゃないと相撲家ではないと言えますね、これ。なぜかというと自宅にシガールームを作るぐらいの葉巻好きになるとするじゃないですか。するといろいろ仕事が終わった後にゆっくり葉巻を捨てる時間というのは深夜になるんですよね。深夜一人でね葉巻を捨てるとね、葉巻だけではね手持ち無沙汰というかね、何もやることがないじゃないですか。いや葉巻捨てるだけでいいんですけれども、そうするとテレビをつける、深夜にやってるのはアニメしかないっていう風になってくるんですよね。そういう習慣で、少なくとも多分俺は過去10年の深夜に地上波で放送されたアニメ全部見てます。葉巻を吸いながら深夜アニメを鑑賞するというのがスモーカーの正しい姿だと思いますね。ちなみに今季一番の推しは推しの子ですね。ツイートした通り今週キューバにちょっと行っててね、推しの子見れないから総集編にしてくれたらしいです。わざわざ誠に感謝ですね。キューバだとな停電が頻発するんでね、テレビなんかおちおち見てらんないでしょうね。昨日の夜も都合合計で4回停電しましたからね。停電すると当然 Wi-Fi なんか使えないわけだから、こうやってインターネットもできないし、停電は夜だけじゃないんでね、このライブ配信もいきなりブツッと切れたりしたらWi-Fi が切れたんだと思ってください。その場合は申し訳ないです。ただね、電気が切れるとね、キューバのホテルも大体オートロックなんですけれども、電気使うじゃないですか。だからね、部屋の外で停電すると復帰するまで部屋に戻れないというね、クソみたいな仕様なんですよね。普通に物理キーの方がいいと思うんですけれども、でないとひどい目に遭いますから。おはようございます。このキューベイ T シャツキューバ人にめちゃめちゃ大人気なんです。あとキューバ
に限らず英語圏の人って T シャツの文読みますよね、必ず。日本人が外国から、ね、来た観光客の方が日本語の T シャツ着てたら思わず文読むのと同じだと思うんですけれどもね。なんかそういうの気になっちゃうんですよね。そういった外国の方が日本でタトゥーとか入れてたら読んじゃうじゃないですか。でそれがすごい変なやつとかだったりすると、さらにちょっと見てしまうという。だからこの T シャツもキューバで結構着てるけれども3人ぐらいに夢を叶えてくれっていう風になんか言われた時ありますよ。気持ちわかるの。停電つらいですね。全く人間電気できてるっていうのはよくわかりますね。何もできないんだもん電気で。久々にあれ最近行ってないんですか？ダメですよ、まめに行かないと。俺もちょっと忙しくてあんまり行けてないですけど。玉木はね、ツイートした通りですけれども別に前回とあんまり変わんないですね。出回ってる量と普通です。ただベネズエラからね石油が思い通りに入ってないらしくてガソリンがね制限されてるっていうのは結構深刻みたいですね。そんなのはいつものことなので別になんか変わったかっていうと変わってないような感じですけれどもね。90年代初頭ソビエトが崩壊してからキューバってずっと下り坂なので一回も上がった時ないんですよ。だからキューバが厳しいとかやばいとかいうのはちょっと正しくなくてずっと厳しいままなんですおはようございます。この国は別に一度も良くなってないのでむしろ平常運転です。これが、ソビエト崩壊直後に比べたらどうってことないんじゃないですか。全部それと比べてもねあれだと思いますけれども、昔はね石油とバーターで砂糖を輸出してたのでキューバは一切石油がその時入ってこなくなったらしいですからね。その時の経済危機が過去最大のようです。キューバはねあったかいからな、島国だし投資するようなこともないし、魚釣って果物をもいでいれば、死ぬことはないのでいい国だとは思うんですけれどもね。これがねなんだろうニュースで見たけれどもですね、人工衛星かミサイルかよくわかんないの飛ばしたじゃないですか。その国だとね寒くて死んじゃいますからね、なんもないと。なるほど。病院っていうのは研修とかかな。都内に出るタイミングは全くなくなってしまいました。都内に出るタイミングは全くなくなってもなんかインスタのストーリー見てるとまめに遊んでるんじゃないからしいです。値上げね、天野さん。どこも値上げっていうか世界的な値上げですよね。玉木の値上げについてもねよくなんか聞かれたり文句言ってる人とかもいたりしますけれども、なんだろうな、値上げの問題って絶対的なものじゃなくて相対的なものなんですよね。何が高いっていうのは個人個人の考え方物差しだと差が開きすぎる、認識が違いすぎるので、そういった個人に帰結する絶対的な尺度って全然意味ないんですよ。要は相対的な尺度でしか話ができないんですけれども、相対的に見ると葉巻の値上げ幅っていうのは食料品とかに比べるとすごい低いんで、
うん、それなら例えばシーチキンとかマヨネーズとかの方の値段の方がもっと騒がれるべきだと俺は思うんですけれども、元の金額の高が大きい傘が大きいから値段が上がるとトータルですごい高い金額に見えてしまうっていうのは、それは絶対的な数字のことなので、それは人によるでしょう、あなたの意見ですよねっていう風になっちゃうんですよね。そこがちょっと難しい。要は葉巻以外であるものについて何々が値段が高いっていうのはその人が高いと思っても他の人にとってはそこまで高くない、安いっていう風な人もそういう風なものなので難しいです。で YouTube とか Twitter とかでも散々話しましたけれども、過去10年ハバノスは値上げせずにずっと頑張ってきたので、ここ直近の2回の値上げで、値段が上がりすぎ高いっていう風に言うのは、それは絶対的な尺度だからちょっと違うかなと思うんですよね。そんなら過去10年の物価の値上げにそのまま沿って上がって、しかもここ1年で 4,5 回値上げをしてるマヨネーズとかシーチキンの方が高いっていうふうに普通言うのが相対的には正しいと思うんですけれどもね。敷居が高い気がして葉巻未経験ですが、五十嵐さんの動画見まくってます。いや、見てください。葉巻の敷居が高いっていうふうに思い込んじゃってるのは、これが多分ね一番葉巻のハードルなんですよ。でもそれって単なる演出でそういう風にされてるだけのものなので、葉巻は敷居は全然高くないです。なぜかというと生まれた国がキューバですよ、中南米の。でもともとそれをたしなんでいたのは原住民の人たちです。インディアンの人たちです。それが新大陸から旧大陸のヨーロッパに伝わって、新しく入ってきたものは最初に触れるのは偉い人たち、王侯貴族なので、貴族の楽しむものとして葉巻ができたっていうふうなことなので、要は成り立ちはトマトとかジャガイモとかとあんま変わんないんですよ。で実際例えばアメリカとかだったら、アメリカではキューバハマ吸えないですけれども、なんかちょっといいことがあった時に吸うもの、シャンパン開けるみたいなね感覚で、だからひいきのチームが試合に勝ったら葉巻吸うし、学校卒業したら葉巻吸うし、お子さんが生まれたら葉巻プレゼントするし、あんまりそんなにね考える必要ないです。むしろそういうふうに格式高いものだっていうふうに勝手に組み立ててるような日本の人たちなんでね、なんかあれですよね、葉巻を吸うならこういうふうな作法が、礼式が格式がこういうふうな場所でこういうふうな格好でこういうふうなやり方でこういうふうなお酒と合わせてっていうふうなの、その人が単に言ってるだけなので明文化されたルールはないです。明文化されたルールはこのキューバシガーを作ってるハバノス SR が書いた本の中に入ってるものだけです。それは動画で解説してますんでね。要はどう扱っても自由なんです。自由にこういう風なアニメ T シャツ着て外で盛大に煙を吹かしてもいいですし、シガーバーとかレストランのコース料理の最後とかにスーツをきっちり着てね、美味しいお酒とともに和やかな感じでジェントルマンにね楽しむっていうのは、それでも構わないです。どうでも構わないんです。最低限のルールさえ守っていれば。そのルールについては YouTube とか Twitter とかでね解説してます。どうしてもねなんか見えるので、この虎の意を狩る狐みたいな感じで適当ね言ってなんか偉そうぶる人とかもいるんですけれども、基本ほとんど間違えてます。気にしないでください。まあでもヨーロッパとかねオフィシャルディナー、ちゃんとコースのねきっちりした正式なディナーの後に葉巻とかがサーブされたら、その葉巻をね吸うやり方がわからないとか吸った時がないっていう風になるとちょっと恥ずかしいので、なんだろうな、多分ミドルアッパー層以上は葉巻シガーっていうのは多分必須科目
なんだとは思いますけれどもね。違う違う。まあね、バーもバーチャージとか居酒屋もね、お通し代とかもありますからね。そこはお店が決めたことなので、お客さんは飲むしかないんですよね。これは客商売とか飲食業でお客さんが神様ですからね、全く思ってないので。なんかね、俺がルールだみたいな感じで振る舞う人もいますけれども、そういうのはね、むしろ競争ビジネスだと思ってるので、その人のファンが集うファンクラブ的なものだと思う。それはそれで別にいいと思いますけれども、線引きはしてもらいたいです、そういうところは。高層階ホテルでもシガーでもそうっすね。話せるところで高いところ、場所的に高いところ。まあ、あとは丸の内のコネするか。大昔はね、神奈川の禁煙条例ができる前は、横浜のホテルの最上階で捨てましたけど、お店の名前シリウスだったっけな。ね、あそこで知事が禁煙条例つった後は、もう誰もお酒飲みに来なくて、その人がぼやいてましたけど、そうこうしてるうちに停電しちゃった。まあ、しょうがないです。キューバってのはそういうもんなんです。キューバシガー、ハバノスもね、味が違うとか、ドローが違う、要は薪が違う、薪の硬さが違うとかいうふうにね、言う人もいたりしますけれども、そういうものなんです。むしろ手作りの赤ですよね。よくわかんないですけども、例えば高級ワイン、シャトーとかシャトーシリーズとか、年によって味違いますよね。当たり前です。農作物のねブドウは毎年ね出来が違うわけですから、よりベクトルが違う美味しいっていうのがあるわけなので、そこを評価するっていうのがソムリエの腕の見せ所なわけなんですけども、葉巻もタバコの葉っぱはね農業生産物なので、当然それを原料にしてるんで味はみんな違います。一箱の中でも味が違うっていう風なものが逆に同じだったら気持ち悪いんですけどもね、そのブレを楽しむ、違う美味しさを楽しむっていうのが葉巻の楽しみの一つなので、それが分からない人は吸わない方がいいです。そういうのが分からなければ工業生産品を、楽しめばいいと思いますよね。で復旧しましたよ全く目の前にエレベーターがあるから見えるんですけれども、エレベーターの前でね右往左往してるお客さんがいてねこれはまたこの後ねバツッとね停電が来るかもしれないですね。まあしょうがないんですけれども、そんなこと言っても停電はするものなので、配信が止まってびっくりしました。そうっすよね。日本だと配信止まるなんてね事故が何かじゃないとないですからね。キューバでは、停電なのでいろいろなものが止まる。ここは屋内ですけれども、街中で急にね信号が止まったりもしますからね、本当ね事故りますよね、そんなの。まあ、そこまで大量に車走ってるわけじゃないんでいいと思いますけれども。こんなに良いチャンネルはもっと視聴者が伸びてほしいです。まああんまりね宣伝してないしね、そんな気合い入れてねやってないからやればいいとは思うんですけれどももっとねなんかねこう逆張りしてね
キャッチーなこととか言ったりセンセーショナルな、ね、ことを言って注目を引きつければね視聴者が増えるかもしれないですけれども、そういうね利益誘導はねしたくないんでね、詐欺師じゃないですかそれ。そういうふうにして視聴者をね引きつけてもなんか何度かはできないですよね。またかみたいな感じで狼少年になってしまうので、そういうふうな感じでもその人にまだついてくる人とかはさっきも話したかもしれないですけど、単なる宗教ですから正しさとは関係ないですよね。おはようございます。だからなんつうか葉巻をね現実的に現実の世界での葉巻をねこうもうちょっと理解を広げてほしい。なんかねロマンとか美学とかオカルティズムとかにね彩ったね葉巻論とかもいいとは思いますけれども、それは単にその人のだけのね世界考えなので、現実の葉巻をね広められればいいんじゃないかなというふうに思います。多分それがね葉巻を吸うユーザーがね増える唯一の道だと思います。でないとね閉じていってしまいますからね。そういえば世界禁煙デーで思い出しましたけれども、世界禁酒デーってあるんですかね。お酒を飲まない日ないですかね。お酒はねお酒を作る酒造メーカー主販メーカーがね力強いですからね、広告に力入れてるから。そういうのはねどこも批判しないですからね。批判しないっていうことは叩かれない、制限されない、規制されない、自由に CM をそういうのめちゃめちゃ切れますね。また停電ですよ。はい、そうですね。あと、キューバのね、葉巻の状況のね、情報収集とか、一応メディアもやってますんでね、あと勉強ですね。何の話だったっけ。そうか、禁酒デーか。タバコも当然ね、毒ですからね、作用の違いはあれども、アルコールも当然毒なので、なんか前やってた、博物館の世界の毒展でもね、お酒っていうふうにバッチリ出てましたからね。でね、アルコールの場合はね、ダメージが不可逆です。タバコやめてマジで手つながってるかな。でお酒がね脳に与えるダメージは不可逆なのでね元に戻らないって話をしようと思ったんですけど、タイミングよくブツブツ切れたんでつながってるといいけど、初見です。ありがとうございます。お酒でね人を殺した人はねたくさんいるしねそういった人のための施設はあるけれどもね、タバコで人を殺した人はいないのでね。どっちにしろね高級な自殺には変わりないのでね、お酒だったらいいお酒、葉巻だったらキューバの血がハバの巣をね吸うのがおすすめです。いうつながりで話をしようとしたのに、このねキューバの発電設備君、発電所君か、もしくはこの建物のジェネレーターかわかんないけど、ブツブツ停電するんでね、もう。
ライブ配信のカウントが上の方にここにあるんですけれども、実際つながっているかちょっとわからないまま普通に喋ってますけどね、動いてるように見えてもつながってない Wi-Fi が止まってるっていうのが、ね、ありえる。この国では電気自動車はね行き渡んないだろうな。先進国の贅沢ですよね、電気自動車。結局この国ではパーツが手に入んないから、オートマだってオートマの車だってねハードル高いし、ほとんどマニュアルですからね。キューバって言ったらね、60年代50年代のアメリカンヒストリックカーですけれども、それもね純正のアメ車はもうキューバにないですからね。だってパーツが入ってこないわけですから。だからもう動かなくなるまでぶっ壊れるまで走らせて、それを2個1、3個1につなげてね動いて、エンジンがトヨタのアメ車とか普通に走ってますからね。玉木業界のそんなことしてるやつがいるんですか。しょぼいですね。まあね、消費者のね無知につけ込んだ情弱商売っていうのはねどこの業界にもあると思いますんで、要はそういう人たちがね言ってることやってることがね正しいかどうかっていうのは自分でチェックする、ファクトチェックするっていうのが一番のね自己防衛、セルフディフェンスの方法だと思うんです。どこの業界でもそうだと思うんですけど、ね、利益誘導してるような発言だなとか、なんかそういう風な感じでやってるよな、客を集めてるよなっていう風なのがすぐ分かりますからね。そういう風なところには近づかない。すればそのうち自滅するでしょうからね。またいつ停電して切れるんじゃないかってハラハラしながらと思って、なんだろう、天気悪いからあんま関係ないから、じゃあ曇りなんですけどね。ここはホテルのプールサイドですけれども、一応景色なんかもこの柱のところにね出演エリア、動物に餌をあげないでくださいっていうふうにね看板があるんですけど、素晴らしいですよね。葉巻を始めて日が浅いのですが、おすすめの葉巻の購入できるサイトとありますか。まず葉巻はハバノス、キューバ産シガーを選んでください。なんでかっていうと葉巻のオリジナルなんですよね。スタンダードって言ったらいいかもしれないんですけど、例えばワインでフランスワインも外せないですよね。そこ外してワインの話できないですから。なのでキューバシガーで、キューバシガーはねキューバで生産されて、その正規販売店はラカーサ・デル・ハバノっていう看板が必ずついてます。そこで買いましょう。ラカーサ・デル・ハバノっていうふうに書いてあるお店は全て、葉巻は本物、石品なので本物なのでね。逆に言うとラカーサ・デル・ハバノの表記がないお店は並行店なので、本物かどうかのね保証がないんですよ。
いや、分かりやすく言うと、日本ロレックスのお店でロレックス買うのと、ディスカウントショップでロレックス買うのというところです。一応キューバシガーはハバノス S ラーっていうその葉巻を製造してるね大元が発表している、製造本数と世界の流通本数が4割ぐらい違うので、並行品は単純に言うと4割ぐらいの偽物であろうという推測が成り立つわけです。冒頭でもお話しした通り、葉巻っていうのはキューバシガーハバノスっていうのは農業生産品なので味わいにね遊びやブレ違いっていう風なのがね個々でキャラクターとして存在するので、味で偽物かどうかっていうのを判断するのはほぼ不可能なので、であればねもう最初からラカサデルハバノのネットショップとかにありますので、それで買った方がいいでしょう。そういうフェイクシガーとかについての話は多分五十嵐達也のシガーチャンネルどこかで多分話したと思うので探してみてください。私も話しちゃいましょう。世界禁煙デーですけど関係ないです。そうですね。葉巻はね、言ってる本人もわからないことが多いんで、偽情報とかね、デマとかが、ね、非常に多いんでね、そこを気をつけましょう。あ、晴れてきた。いや別にキューバの人だからね、葉巻みんな知ってるかっていうとそうでもないんですよね。基本みんな葉巻よりも紙巻きタバコです。当然キューバ人の、ね、収入からしたら高いっていうのがあるけれども、それ加えて売るもの、輸出するものっていうふうな、ね、考えもあるんでね、あんま吸わないしね、街角で葉巻加えてるキューバ人ほぼいない。いたとしたら観光客用に写真撮れっていう風に言ってくる人たちですね。よく外国の観光地とかで肩にオウム乗せて写真撮らせる人たち、あんな感じです。そうか、今日本は台風来てるのかな。まだ沖縄のあたりかな。なんか今年は梅雨も早いし、最初の台風もでかいし、地震も多いし、ミサイルも飛んでくるし、どこも物騒ですね。キューバさん以外の葉巻をすることありますか？一応ありますよ。シガーメディアアソシエーションという団体があるんですけれども、アメリカに本部がある葉巻のメディアとか雑誌とかが入っている団体なんですけれども、そこに入ってるんですね。でそこで当然アメリカなのでキューバシガー輸入できないですから、ノンキューバシガーでランクなんかをね投票で決めるんですよね。その時サンプラーとかが、ね、送られてくるから新作とかを吸ったりもするし、一応ねノンキューバンでも今どんな状態かっていう風なのをね手に入るものとかは買って吸ったりもしますけれども、そういうのは別にいちいち写真とかね撮ったりツイッターにアップとかあんましないので、日本のラカサデルハバの品切れ多いですよね。まあそうですよね。まあでもそれは昔からそうだったんですけれど、
アジアの中では日本は葉巻って安い方なので、ね、香港とかタイとかだとね2倍ぐらいしたりするんで、そうすると高く売れるところに当然卸されるんですよね。まあこれ葉巻にかかわらず資本主義社会なのでそこら辺はしょうがないと思うんですけれども、そういうところがね影響してるんだとは思いますけれどもね。ミサイル来ても避難できないです。北海道の中で何もないから。そうっすよね。ミサイルとかね飛んできたらね、実際対処のしようもないですよね。シェルターとか防空壕とかススみたいにあるわけじゃないんで。まあね、まかり間違えてね、日本の本土内にね、国内の領土に落ちたりしたら、もう撃った方はただじゃ置かれないでしょうから、そういうところは計算して、ギリギリね、落ちないところとかにね、狙いを定めて撃ってるんだと思いますけど、逆に精密ですよね。そうこうしてるうちに停電の中断時間が多かったせいか、葉巻がね、響けてしまいましたので、ここらで必要したいと思います。何だったんだろうな、本当、停電起きて困る。ということでね、まあ明日もね、同じぐらいの時間帯にね、停電してなかったらね、配信したいと思いますのでね、その時にご覧いただければと思います。あと一応Twitter とかもね、フォローしていただければ、あと初見の方とかもね、チャンネル登録していただければと思いますので、ぜひね、よろしくお願いいたします。ではキューバからさようなら、皆さんおやすみなさい。